今回は三重もやい結びの説明です。動画を最後まで見ていただきますと誰でも簡単にできるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。合わせて少しでも役に立ったと思われた方はチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。まずロープを半分に折り返します。約半キロ分を取って左手で持ち、左手に巻きつけます。長さの調整が若干難しいですが、作り方はもやい結びと全く同じです。輪っかの中に下からロープを通します。通したロープを端末側のロープの下を通します。そして先ほどの輪の中に戻します。ロープがねじれると締め付けづらく緩みやすくなってしまうので注意が必要です。軽く締め付けたらロープを修正していきます。ねじれの修正が終わったら締め付けていきます。この2つの輪っかは同じ大きさにします。この細長いロープは半結びにせず、2つの輪っかが切れた時のバックアップ用として使用します。そのため2つの輪っかより少し大きめに作っておきます。続いて身体爆着用の大きめの三重もやいを作っていきます。要救助者の体格によりますが、基本は2広ロープを取ります。2広の部分を折り返して右手で持ちます。そして端末から約20センチ程度のところを左手で持ちます。最後に半結びを取るためここを残しておきます。ここからの作り方は全く先ほどの三重もやいと一緒です。ロープが長くなるとねじれやすくなったり扱いづらくなってくるので練習が必要となってきます。下から通します。この通したロープは2つの輪っかより少し長めに取っておくと長さ調整がしやすくなります。これぐらい差があると作りやすいと思います。できるだけねじれないようにロープを通していきます。ねじれを取って締め付けていきます。無駄なねじれは緩むだけでなく均等に荷重がかからないため切断の可能性が高くなります。どんな傑作でもねじれをなくして締め付けるように注意しましょう。長いロープが胴体、短い2つのロープが足にくるように身体を爆着します。最後に半結びを取って完成です。長物ロープの取り扱いは慣れるまで難しく感じると思いますが、ぜひ練習してみてください。